皆様、こんにちは。忠臣蔵最大のクライマックスといえば、雪の日の討ち入り。ですがその直前、赤穂浪士のリーダー、大石内蔵助の誰からも理解されない孤独な戦いがあったことをご存知でしょうか。場所は、亡き主君、浅野匠の神の妻、陽勢院が暮らす南部坂の屋敷。大石は、主君の奥方様に、最後の別れを告げに来たのです。しかしその屋敷には敵吉良上野介が放った患者、つまりスパイの目が光っていました。もしここで大石が討ち入りの計画を口にすれば、すぐに吉良の耳に入ることでしょう。そうすれば全てが水泡に帰すのです。そこで大石が打った大芝居とは、本日は忠臣蔵屈指の名場面、南部坂雪の別れをお届けします。元65年12月14日、雪は夕暮れとともにその勢いを増していた。麻布、南部坂、陽勢院の陰性する屋敷の門を一人の男が叩く。大石内蔵助、義高である。今宵、虎の上国、吉良邸へ討ち入る。その前に、亡き主君、浅野匠の神の仏前に最後の焼香をし、陽勢院へいとまごいをするため、危険を承知で訪れたのだ。出迎えたのは、紅梅という名の次女であった。そなたとは初めてお目にかかる。いつから陽勢院様にお仕えしておられるのだ。今年の春からでございます。大石が奥の部屋に通されると、そこにはやつれた顔の陽勢院がいた。無理もない。浅野匠の神の切腹から1年9ヶ月もの間、その辛労たるや想像を絶するものであったであろう。内蔵助、待ちわびておったぞ。それでも陽勢院はやつれた方を好調させ、大石を迎えた。ついに夫の無念を晴らす日が来たと、その瞳は希望に輝いていた。だが大石は座敷に入るなり、異様な気配を感じ取った。次の前続く襖がわずかに開いている。そこから鋭い視線が自分に向けられているのを肌で感じたのだ。大石を出迎えた次女、紅梅。表向きは忠実な次女だが、その正体は吉良上野介が赤穂の動向を探るために送り込んだ患者、つまりスパイであった。先ほどの女、やはり。もし今ここで討ち入りを口にすれば、女を通じて即座に吉良へ伝わる。そうなれば1年9ヶ月の苦労はすべて水の泡である。大石は陽勢院の期待を裏切るかのように、わざと部屋の外にも聞こえるような大きな声で言った。陽勢院様、それがし、この度西国のとある藩への仕官が叶いました。つきましては本日おいとまごいに参りました。空気が凍りついた。陽勢院の表情からみるみるうちに血の気が引いていく。仕官だと、そちは亡き殿のご恩を忘れ、己のために二君に仕えるというのか。武士も食わねば生きてゆけませぬ。それに今日での遊興で金も使い果たしましてな。大石は薄ら笑いを浮かべ、わざと卑しい言葉を選んだ。襖の向こうで患者、紅梅の気配がかすかに動く。大石の堕落した姿にさぞかし安心したのだろう。そして陽勢院の月光が屋敷を揺るがす。よくもそのようなことを抜け抜けと、二度とその顔は見とうない。大石は胸を引き裂かれる思いでその場を立ち上がった。廊下に出ると、待ち構えていた紅梅が冷ややかな目で一礼した。その口元には大石を軽蔑するような薄ら笑いが浮かんでいた。大石は見送りの戸田の局に一貫の巻物を託した。戸田殿、これは赤穂藩の金銀の水筒帳にございます。後で仏前にお供えくだされ。金銀の帳面をですか。戸田の局は大石の変説が信じられぬ様子で戸惑いの表情を浮かべた。それから陽勢院様の身の回り、
特に今宵、局殿がご注意くだされ。大石は門を出る間際、一度だけ振り返り、仏壇のある方角に向かって、深々と頭を下げた。その目には、熱いものがあふれていた。お許しくだされ、御台様。この大石、武士の意地にかけて、必ずや今宵、吉良の首を上げてご覧に入れまする。大石は、心の中でそうつぶやき、屋敷を後にした。その夜、勾配は、大石が戸田の局に託した巻物を盗み見た。それは水頭帳などではなかった。今宵、吉良邸に討ち入る義士たちの連番状、欠番であった。やはり、勾配はそれを盗み出し、吉良邸に走ろうとしたその時であった。戸田の局と鉢合わせになったのである。そなた、何をしている？戸田の局はただの世話係ではない。薙刀をはじめ、武芸にも通じる、養生院のボディーガードでもあった。取り押さえられた勾配は、自ら舌を噛み切って自害した。この女は一体何を盗み出そうとしたのか。巻物の中を見て、戸田の局は驚愕した。養生院様、大石様がこれを。戸田の局が差し出した金銀受払帳。だがそれは金の計算書きなどではなかった。大石蔵之介を筆頭に続く46名の欠番、決死の覚悟が綴られた連番状であった。それを見て全てを察した養生院はその場に泣き崩れた。あの卑しい態度も冷たい言葉も全ては患者、スパイの目を欺き、討ち入りを成功させるための芝居だったのだと。許しておくれ。私は何も知らず、そちを罵ってしまった。戸田の局も声を上げて泣いた。あの男は誰よりも忠義深く、そして誰よりも孤独な戦いをしていたのだ。屋敷の外、雪はさらに激しさを増している。この雪が吉良の目をくらませ、大石たちの足音を消してくれるだろう。養生院は涙に濡れた顔を上げ、東の空、本所の方角を見つめ、震える手で討ち入り成功への祈りを捧げた。いかがでしたでしょうか。患者の目を欺くため、主君の奥方にさえ嘘を突き通した大石蔵之介。その後、真実を知った養生院の慟哭。これこそが南部坂、雪の別れが忠臣蔵屈指の名場面として語り継がれる理由です。皆さんはこの大石蔵之介の行動をどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見、ご感想をお聞かせください。この話が良かったと思えたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また次の物語でお会いしましょう。